昨日着いたら誰もいなくて部屋一人部屋でした。でも今日多分動かなきゃいけないって言われたんですけど、まだ動いてって言われないから、ちょっとこのまま一回出かけようと思います。近くにガンジス川が流れてるところあって、なんかその川岸でガートはちょっと遠いんですけど、沐浴するところはちょっと遠いんですけど川自体は見れるので、ちょっとそこに行ってみようと思います。その前にね、薬を買いにファーマシーに行きます。はい。この後薬局で鼻水を止める薬を買いました。この坂道を下っていくとガンジス川に到着します。リシケシュもデリとあんまり変わらず渋滞がすごかったです。で、アクティビティがたくさんあってバイクレンタル1日500ルピーもありましたが、この交通状況で運転できる気がしませんでしたので借りませんでした。ただ山に行くなら借りた方がいいのかもしれません。途中でバナナ4本30ルピーとブドウ 250g100 ルピー買いました。こっちのフルーツは野生味があって美味しいです。で、お金を渡すとその分だけくれるし、本数でもグラム数でも購入できます。ちなみにデリーでは30ルピーで7本バナナくれました。ちょっとリシケシのあたりは4本が多かったです。ガンジス川に到着しました。想像してたよりもとっても水が綺麗でした。で、バラナシの方は多分もっと濁ってるみたいなので、入るならここがいいなーって思います。で、そして水がとっても冷たかったです。でも全身入りっぱなしの親子もいました。慣れるのがすごいなと思います。で、坂道の途中で日本語ペラペラのガイドさんに会いました。お寺があるというので見せてもらいました。で、そこの周りに、お猿さんがいっぱいいて、キーって怒るし、私押されたんですけど、お猿さんに。でも、ノーウォーリー、ノーウォーリーって、ずっと言ってました。ババっていう、お寺に住んでる人が。で、お祈りはやっぱりおでこを地面につけるようです。チャイもこの土の器で飲みたかったので、ここでお出しました。紙コップだと10ルピーくらいなんですけど、土の器だと20ルピーでした。で、前に座ってるお母さんが飲みたいっていうので、2つ買います。で、この一緒にいた子供はビスケットが食べたいそうで、パール G を持ってたので、あげました。で、カンボジアでは子供から商品買っちゃいけないっていうこととか看板に書いてあったんで、インドではどうなのかなって聞いてみたら、あげたいならあげたらいいって言ってました。それがいいことならば神様が見てて、あなたにもいいことが返ってくるよって言われました。この言葉はちょっとインドで過ごすにあたって私の軸になるなって思った言葉です。で、今もそれを大事にして過ごしてます。このチャイが生姜の風味でとっても美味しかったです。で、この容器はほとんどの人が捨てていっちゃうそうです。土がに帰るからエコなんですけど、もったいない気がします。で、このままガイドさんのバイクの後ろに乗って滝を見せてもらいに行きました。で、心配であったらお金払う必要があるか初めに聞いた方がいいかもしれません。私は払わない気満々で、そのまま乗っていきました。見せてあげたいなっていう人も中にはいるんじゃないかなと思って。で、こんな裏道を通りました。で、滝に向かう途中、坂道を歩いて登ってる人がたくさんいました。で、さすが聖地だなって思ったんですけど、裸足の人がたくさんいます。で、ここがシークレットウォーターフォールだそうです。最近はみんなが知ってしまったから人がたくさん来るみたいです。で、ここも、本当は神聖な場所なので、下着で入ったりするの良くないみたいなんですけど、観光客はそれ知りませんし、地元の若い子たちも知らないようで、思いっきし水遊び楽しんでました。ガンジス川の方に戻ると、プジャというお祈りが始まってました。向こう岸からも歌が聞こえたりして、賑やかなんだけれども、心静まる厳かな時が流れます。
で、背中側向くとサンセットも綺麗です。で、インドに行くならどこ行ったらいいかなっていうので、リシケシをおすすめしてもらったので、ここに来たんですけど、デリーの後だと、さらに良さが分かりました。とっても穏やかで時間がゆったり流れてました。で、夜も危なくないので、遅くまでのんびりガンジス川のほとりで過ごす人もたくさんいるみたいです。反対岸とか橋のライトアップがとても綺麗でした。で、明日からさらに北の山に行く約束をガイドさんとしましたので、今日は寝ます。ご視聴ありがとうございました。